こんにちは、こんばんは、はるです。定番を DIY して車中泊仕様、景観を作っている動画になります。過去の DIY の様子もすべて再生リストにまとめてますので、まだご覧になっていない方はぜひチャンネル登録をして最初からご覧になってください。よろしくお願いします。今回は取り外しのできるカーテンレールを作っていきたいと思います。マグネット式で簡単に車両に取り付けたり取り外しをすることができてとても便利です。そして値段も安くで作れるのでとてもおすすめです。それでは早速 DIY の様子を見ていってください。マグネット式のカーテンレールの作成に必要なものはこちらの3つになります。まず1つ目がカーテンレールになります。こちらはダイソーで購入しました。200円から400円ぐらいの間で販売されていると思います。次がネオジウム磁石。フック付きの L サイズのものになります。こちらもダイソーで購入しました。こちらは複数個必要になります。最後にアルミサッシのビスになります。詳しくは後ほど説明しますが、こちらのアルミサッシのビスは頭の部分が小さくなっているので、こちらのアルミサッシのビスが必要になってきます。これらを使って取り付け取り外しが簡単に行えるマグネット式のカーテンレールを作っていきたいと思います。まずはカーテンレールを袋から取り出します。ダイソーのカーテンレールは天井と壁側両方取り付けれるようになっています。その際に使用するネジも付いているのですが、今回はこちらは使用しません。壁側に固定する場合は、このようにカーテンレールに付いている金具を使用します。天井に取り付ける場合は、この金具を外します。今回作っていくマグネット式のカーテンレールは、天井でも壁側でもどちらでも取り付けることができます。まずは天井に取り付けるタイプのマグネット式のカーテンレールを作っていくので、金具を外していきます。壁に取り付ける用の金具をすべて取り外しました。天井にカーテンレールを固定する場合は、カーテンレールについている穴を使用してビス止めをしていきます。この天井用の穴を使ってマグネット式のカーテンレールを作っていきます。取り付け場所は後部座席のドアの窓ガラス部分になります。イメージとしてはこんな感じで天井側の車両の鉄板にマグネットを使って取り付けていくということになります。早速作っていくのですが、作り方はとても簡単です。カーテンレールの天井用に開いている穴を使ってマグネットを取り付けていきます。ダイソーで購入したマグネットを取り出していきます。こちらのフックが付いているマグネットはネジ式になっていて、回すとフックが取れるようになっています。フックを取り外しました。こんな感じになっています。マグネットのネジのサイズが M4 になっているので、アルミサッシ用の M4 サイズのビスを使ってマグネットとカーテンレールをつなげていきます。アルミサッシ用のビスをカーテンレールの中側から穴に通していきます。穴に通したらそこにマグネットを取り付けていくだけです。とても簡単です。ここでなぜアルミサッシ用のビスを使用したかというのがわかるかと思いますが、カーテンレールのレール部分にネジを差し込んでいるので、ネジの頭が大きいと頭がぶつかってしまって、カーテンレールの中でぶつかってカーテンが動かなくなってしまうということになります。ですので、いろいろ試した結果、頭が小さく作られているアルミサッシのビスがちょうどいいということになります。同じように DIY をされる方がいましたら、ビスを購入する際は、頭が小さいという表示がされているものを購入してください。レールを動く車輪がぶつからないのがわかるかと思います。これが通常のネジだとぶつかってしまいます。気をつけてください。どんどんマグネットを取り付けていきます。今回の DIY は材料さえ揃えればとても簡単です。簡単に作れてとても便利なカーテンレールになるのでおすすめです。とりあえず4箇所ぐらいマグネットを取り付けていきたいと思います。カーテンレールに4箇所マグネットを取り付けることができました。完成したので取り付けていきます。取り付けもとても簡単です。マグネットなのでレールの長さを合わせて付けるだけです。マグネットでカーテンを取り付けたらすぐに落ちてしまわないかとか不安に思う方もいるかもしれませんが、ダイソーの L サイズのマグネットは垂直に取り付けると1個あたり 2kg の重さまで耐久があるので、それを4つ付けてます。カーテンを閉めたり開けたりしても全くぐらつくこともないですし、なんならカーテンレールを取り外すときに
少し力がいるくらいです。ですので、使用上は何の問題もないです。取り付け取り外しが簡単にできるマグネット式のカーテンは、これで完成になります。1箇所あたりのかかった費用も600円ぐらいでとても安いです。カーテンレールを壁側に設置したいときは、付属の金具をつけて、その付属の金具にマグネットをつけていってください。今映像に表示されているような感じです。壁に取り付ける用のカーテンレールはバックドアの窓ガラスに取り付けていきたいと思います。取り付けたらこんな感じになっています。バックドアに取り付けてみました。側面につけてもしっかり固定されていて簡単に外れるとかぐらつくといったことはないです。もしぐらつくようであればマグネットの数を増やせばいいだけなので特に問題はありません。外側から見たらこんな感じです。後でマグネットの幅は均等にしています。ということで後部座席とバックドアのカーテンレールが完成しました。次は運転席、助手席のカーテンレールを作っていきます。運転席、助手席側はニトリで購入したフレキシブルカーテンレールを使用していきます。フレキシブルカーテンレールを使って運転席、正面、助手席の窓ガラスをぐるっと囲むようにして取り付けていきたいと思います。先ほどとやり方は全く同じになります。アルミサッシ用のビスを使ってマグネットをカーテンレールに取り付けていくだけです。まずは必要な長さを測ってその長さにカットしていきます。カットは簡単に行うことができます。次は側面にカーテンレールを取り付ける際に使用する金具にマグネットを取り付けていきます。先ほどと同じようにアルミサッシ用のビスを使ってマグネットを取り付けます。必要な分のマグネットの取り付けが完了しました。マグネットを取り付けた側面に設置する用の金具をフレキシブルカーテンに取り付けました。あとはマグネットを使って車両にくっつけていくだけなのでとても簡単です。フレキシブルなので、初めの位置を合わせてマグネットをくっつけていくと勝手に形もできていくのでとても簡単です。あっという間に取り付けが完了しました。取り外しも簡単にできるのでとてもおすすめです。フレキシブルカーテンはニトリで2000円ぐらいで購入しました。ぐるっと半周する感じでカーテンを取り付けれるようになりました。ということで完成してカーテンを閉じた車内の状態がこんな感じになってます。運転席側と後部座席でカーテンの色を分けました。個人的にはとても気に入ってます。これで車中泊などをした時に外に光が漏れることもないので安心して車中泊を楽しむことができます。荷室側のカーテンを閉じた時の状態はこんな感じになってます。色のバランスも良くとても気に入ってます。こちらはずっと後の全て完成した後の車内の画像になります。後部座席をシート展開してカーテンを使用してない時の状態はこんな感じになってます。バックドアのカーテンを閉じた時の状態はこんな感じになってます。後部座席のドア側のカーテンはこんな感じになってます。こちらの画像もずっと後の完成した時の画像になります。外から見たカーテンを使用していない時の車内はこんな感じになってます。今回取り付け取り外しが簡単にできるマグネット式のカーテンレールを作れて便利で作ってよかったと思ってます。車検の時などさっと取り外せるし費用も安く抑えられたのでとても満足しています。ということで今回はこれで動画を終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。次の動画も見てください。